これは世界一過酷なトーナメントって言っても過言じゃないです。すごくこの優勝候補同士だとか開幕戦でやっちゃうのもったいないとかいろんな声をいただいてるんですけども、これは素晴らしい相性だなと。ジョニー・ケースUFC じゃない、ここは大臣だよ。やっぱりサトシ選手って今だこう幻想がある。命名無敗柔術界の至宝だと言われている選手がライジンに上がってまだ柔術をそんなに出していない、まだ全部出し切っていない状況でここまで来ているので、ここでジョニー・ケースと当たった時にジョニー・ケースと右足を取っていますが、しかしこのパウンドやっぱソーザ選手が MMA 柔術がどんなものなのかっていうのを見せざるを得ないような相手がジョニー・ケースだと思うんですよ。どんなソーザが見れるんだろう、サトシソーザが見れるんだろうっていうすごい期待値は高いですね。もう私の気持ちはブラジル人だけど、もう今日本ね住んでるから日本人みたいな気持ち。彼がヤチと北岡に勝ったからもう日本でリベンジしたい。ライジンのベルト日本にそのまま、これは本当に私一番欲しい。本当にライジングに出たから私の生活はすごい変わった。ブラジルに帰るはもう今考えないね。私と家族で日本に住みたい。No? 35年がね論があるから今はもっと大事ね、家族のためにから。子育てとかもすごく助かってもらって、本当家族を一番にしてくれてるのがすごくわかります。家族のためにお家を買ってねくれたし。この辺はあれですか、その日本人の方が多いんですか、ブラジルの方とかも結構いらっしゃいますか。ブラジル人は一人だけ。私たちが知ってるのは一人だけ。最初はもうこっちで住んでてみんな私あまり知らない。でもすぐね試合して次の日みんなもう来るとか挨拶とか頑張ってくださいとかね、応援してますとか、静岡の代表とかってね言ってくれるととても嬉しい。それで一番良かった。ライジンに出たからそこでなんかドアが開いたっていうか、感謝ありますねライジン。勝者ジョニー・ケース。1週間は充実8回ぐらい。MMA 何回ですか。 MMA は1週間だいたい4回事実練習してももうなんかずっと MMA の試合だけ考えるできる。自分らは毎日ね練習して味わってますけど、自分が決めに行く柔術、自分から攻める柔術っていうのはサトシが世界でナンバーワンだと思うんですよ。世界の柔術家、トップ柔術家はみんな認めてることでサトシは特別ってみんな言ってますからね。本当に MMA の練習を、自分から見ると
まだやってないと思うんですよ。それまではここで MMA の練習、キックボクシングの練習することは一切なくて、全部道着を着た練習、柔術、とにかく柔術が好きで、自分の試合の前でもみんなの道着の練習を手伝ってくれるっていう。今度のね、ジョニー・ケース選手の場合には寝技が見れると思います。はい。この試合は多分もっと充実で使いたい。ヤチ試合の時からヤチ本当に1回三角で入ったけど、彼もディフェンスした。ガード、私腕十字三角とか、その後にバックチョークもあるから、私ちょっと危ないの決めがある。だからもうどこでもグラウンドで来てからもう絶対に決めにできる自信はすごいがある。前はもうちょっと怖いとか、自分のこともまだ信じないとか、でももうさっきの2人強いやった人は方から今誰でも勝ちできる。私も絶対にできる。彼強い人けどもう絶対にできる。もう本当にお兄ちゃん、私もっと強い。100倍ぐらいね、もっと強い。私とお兄ちゃんで練習して、その後に他の人と試合してからもうあの人はこのお兄ちゃんのレベル全然違うなと思って、だからもう試合はもっと簡単。私のお父さんはいつも私の教えは家族の守るだから。彼本当には、夢ご兄弟の中でサトシさんだったら世界を取れるというか、そういう期待もやっぱあったと思うんですか？それは子供からそれは絶対です。本当にはサトシのタレントはちょっと違う。今日私も強くになったから本当にお兄ちゃんのせい。私のお兄ちゃんいつも私に引っ張るね。もうあなたにできる。あなた頑張って。あなたもう少しできるから。彼は本当にすごい頑張った。もしサトシ勝って私の気持ちは私も勝つで。ベルトに勝ってなんか家族とか生徒たちとかみんな見せて、私できたよって自分で信じてありがとうみたいな。私のもう一番のいいのモチベーションですね。この2人ともファイターの心情としてはものすごいアグレッシブ。多分一番面白い試合になるんじゃないかと思います。あいつ1試合しかしてないのにとか強くないんじゃないのみたいな素直に受け止めますし、試合で見せれればいいなってやっぱ思いますね。この試合はすごいことになると思いますよ。やっぱ常に仕掛けていくのが、グスタボがガンガン前出てって上坂選手が下がらずに迎え撃つっていう形になると思います。上坂選手にはやっぱ気持ちいい試合をして日本人ライト級の中での新しい数にはなってもらいたいと。僕の格闘技人生最大のチャンスかもしれないので出したいですね。しっかり気持ちを作って。2人ともやっぱライジン2戦2勝。じゃあこの2人の外国人たちがやったらどうなるんだっていう。
目したいのがやっぱダミアン・ブラウンなんですよ。不気味です。僕がよく言うのはそのダミアン・ブラウンのゾンビモードっていうんですけども、本当ヘロヘロになった時に攻撃こそ最大の防御なりじゃないですけども、前に出ながら打ち合っちゃうんですよね。トフィック・ムサイフが多分そのスイッチを押してくれるんじゃないかと。ここもハンマーパンチだ。音が違う。正直言ったら勇者っていつでもいけるんで彼は。でやっぱここのグランプリに意味を感じて出てきてもらってますし、このグランプリですごいスターが生まれちゃうかもしれないですね。格闘家の生き様っていうか、そこのストーリーがすごく惹かれる組み合わせになったなっていうのはすごく思ってます。Finish from guard. Key Pitbull. Feet. He's hurt. Oh, good left. This is it. We're done. We are done. Man, we knew he had knockout power. Huge left hook. 川尻選手ってやっぱもう生き様を見ろじゃないですけれども。あ、クラッチ入った。クラッチ入ったな。川尻の味方になる。川尻戦い続けました。ようやく切符を勝ち取ってパトリッキーかよと。パトリッキーの長所はもう爆発力ですね。もう圧倒的な爆発力とその打撃のパワー、ベラトールの顔のピットブル兄弟のお兄ちゃんが出てくるっていうのはこれだけですごいことだと思います。川尻選手はもう覚悟を決めてどんな風にして試合に臨むのかと、台風みたいなやつに向かっていかなきゃいけないですから、すごい多分勇気が必要な作業をこなさなきゃいけないのかなっていうふうには思いますね。20代のプライドライト級グランプリ思いっきり見たかったんですけど吹っ飛ばされて、30代になってドリームライト級グランプリはエディ・アルバレスの正面衝突で殴り合い挑んで、また思いっきりぶっ飛ばされて、それから世界最高峰の UFC にチャレンジして、世界のトップ選手と横並びでチャレンジすることはもう最後なんじゃないかなって自分の中で思ってます。だからこそ魂削って勝負したいな。川尻は猪木張りのファイナルカウントダウンの長さですよね。川尻さんだろ。いや川尻です。あえてここでは川尻です。そんな簡単に泣くな。兄弟喧嘩だから絶対負けたくないでしょ。二枚看板って言われてた時期はあると思います。右肩上がりの時期でしたね、お互い。ファイトっていうことだけじゃなくて、いろんなものがやっぱり辛くうまくいかない、苦しいというかうまくいかない戦いでしたね。精一杯頑張ってきます。やめた方がいいと思うし、やめろとも思うし、いつまでやってんだと常々思ってますけど、全員に舐められてると思うんで、川尻達也って存在をずっとやっぱ反骨心で戦ってきたから、おっさん舐めんなっていう気持ちで戦いたいと思います。ここに来てもう一回トーナメントで戦うっていう姿勢並大抵の取り組みではないし、もう彼のパフォーマンスを見てれば生活を格闘技にかけてる、割と実は応援している彼のキャリアを。
割と楽しく絡むんじゃないですか。そうね、俺としては青木なりのエールなのかなと思ってるけど、辛い1年を耐えれたのはそれはもう本当青木だったり石田君のおかげだと思ってます。好きだけど嫌いです。ありがたいことにね、ライジンが前の日にあるじゃないですか。ライジンがあるからこその我々のワンだし、なんでお互いに刺激というか、川尻だったり北岡の仕事に負けない仕事をちゃんとやりたいと思ってる。ここで一番強敵を引き当てるのも川尻達也らしくていいかなっていうか、こういう運命なんだなっていう感じですね。もう10月13日は病院のベッドの上でもいいんで、魂を削って勝ちに徹します。受け取り手がもう覚悟した方がいいと思うんだよね。次の試合とかは凄惨なことになるのを覚悟した上で、その後にどういう感情が出てどういう言葉を発するのかっていうのをなんか考えて覚悟してみた方がもういいと思うんだよな。この仕事をしてる人たちは覚悟を持ってやってるから、どうなろうといいっていう覚悟を持ってやってるから、戦いどっかに負けろっていう気持ちは持ってる。微妙なね、そうありますよね。あるね。ライバルってそういうもんですか。一区切りつけないとなかなか次に進めないんで、そろそろね次の夢もあるんで、まあもう納得できるようにやりきりたいなっていうのはありますね。奥さんはもう何年も前からやめてほしいと思ってると思いますね。めちゃくちゃ心配して、試合前はね、俺が減量中なのに嫁の方がげっそりしちゃうみたいなね。娘はね、お父さん昔は強かったのって聞かれていつも負けてばっかじゃんって。さあグリーンまさか少しは見直してもらえたが、強いお父さんを見せることができたかなと思って。逆に動けないですよね。正直俺としてはああいう応援してる姿を見れて嬉しかったし、娘が大人になった時もああやって応援してくれてたんだよなっていう思い出っていうかね、そういうのに思い出を残せたんで、もっとその映像が欲しいなっていうだから次も勝ってもう一回強いお父さんを見せたいなってすごい思います。僕だって川尻だって北岡だってゴミだって全員やめれたらやめないと思ってますから、僕は彼が川尻を見て頑張った人、川尻を見て人生を何か左右させたり感情を揺さぶったり、僕なんかもそうですね。彼がいたからやってきた、彼に夢を見たとか彼に感情を揺さぶられた人に対する責任だと思うし、そう簡単にやめますっつってやめられるもんじゃないと思います。ただね、青木にエールを送られるほど落ちぶれちゃいねえぞって気持ちがあるんで、今ものすごくイライラしてるんで、このままイライラを全開リングに持ち込んで戦いたいなと思います。いつまでやってんだと常々思ってますけど、僕はとにかく格好悪くても勝つ姿だけを見せればいいかなと思ってます。